はい、こんにちは。ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき、誠にありがとうございます。今回の動画も、新谷薫先生が書かれた大ヒット漫画、エリア88の世界観を、フライトシミュレーター DCS ワールドで遊ぶ企画の第3弾、風間真の搭乗機 F5E タイガー2の着陸、ランディングや夜間飛行と、それに必要な戦術広報装置、通称タカンの利用方法などを説明します。モッキーのランディングってすごく下手だけど、今回の解説は大丈夫？そうなんだよね。今まで綺麗に着陸したことがないので、正直今回の企画はかなりやりにくいな。それでも頑張って解説していきますので、最後までよろしくお願いします。まず、昼間の着陸です。今まで DCS ワールドだと2つの戦闘機の着陸をお伝えしました。第二次世界大戦の時の P47 サンダーボルトと大戦後の F86 セーバー、空巨重量が5トンクラスの重戦闘機ですが、この F5E は4トンを少し超えるくらいの結構軽い機体です。しかも自動制御のフラップを装備しているので、かなり着陸は楽だったのがこの機体の印象です。今回も軍用機の着陸方法で飛行場上空を360度旋回しながら着陸するというオーバーヘッドアプローチをしながら行っていきます。空港の上空を高度1500フィート、速度300ノットで進入します。あれ、高度が2000フィートを超えてるけど。この空港は海抜150メートルほどあります。それをフィートに換算すると500フィート。ミッションエディターからスタートさせると、高度計は海抜の値を示します。空港の高さが500フィートあるので、現在の高度計の2000フィートから500フィートを差し引くと1500フィート、高度500メートルあたりになります。できるだけ高度と速度を維持しながら旋回を行います。ランディングギア、視覚を下ろします。キーボードでは G キーを押します。最後の旋回を終えて最終アプローチに向かいます。高度は1500フィートを維持しつつ、スロットルを絞って速度165ノットまで落とします。その後、徐々に高度を落としていきますが、着陸の際一つのポイントは向かい角インジケーターと向かい角インデクサーです。インデクサーの見方は赤いマークが表示されたら、速度が遅すぎるか向かい角が大きすぎる。黄色いマークが表示されたら速度が速すぎるか、向かい角が小さすぎるということです。最適な着陸は緑マークを表示させることが必要です。向かい角の確認はこちらの向かい角インジケーターで行い、右にある白いマークの中央に針が刺すように機体を操縦します。着陸のポイントはスロットルを絞りすぎて失速してドスンと着陸させないようにすることと、向かい角度が大きすぎると排気ノズルを地面に擦る尻餅事故を起こしてしまいますので、向かい角インデクサーは着陸の際は重要な計器です。うまく着陸したらキーボードの P キーを押してドラッグシュートを展開させます。ある程度速度が落ちたら再度 P キーを押してドラッグシュートを切り離すことができます。あとはキーボードの W キーをトン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 と押しながら徐々にブレーキをかけていきます。モッキーにしちゃまともな着陸だったね。そうだね。冒頭でも言った通り、今まで DCS ワールドで操縦した機体の中ではかなり着陸しやすい戦闘機の部類です。次は夜間飛行に関してお伝えします。そういえば飛んでて着陸する空港がどこにあるかってわからないよね。だから思わずファンクション10を押してマップを出して自分の位置を確認しちゃうんだけど。そうだよね。ファンクション10でマップを出すと、どこを飛んでいて空港までの距離と方向が一目でわかるカーナビみたいなものだからわかりやすいんだけど、昔はそんな便利な機能がなかったんだよね。今でこそ GPS で位置を把握してナビゲーションに表示させているけど、昔はそんな便利な機能がなかったので、空港までの方向や距離を示してくれる多管戦術広報装置の操作方法を覚えておけば、空港を見つけるのは結構簡単です。まず空港情報を確認するにファンクション10でマップを開きます。なんだよ、結局ファンクション10でマップ開いちゃうんじゃないの。
ニーボードで空港情報を確認する方法もあるんだけど、今飛んでるペルシャ湾のマップだと表示されないので仕方ないかな。今表示してるのがアル・サフラン空軍基地です。名前をクリックすると左下に空港データが表示されます。上から7番目のタカンに121という数字が表示されていますので、これは覚えておきます。そこから4個下の RWYS には飛行場の進入角度が書いてあります。13が130度、31が310度です。かなり大雑把な方向なので、ここの距離ツールを選択している状態にして、マウスの右クリックを行うことにより距離を測定できますが、それと同時に方位も表示されますので、それも覚えておきます。さて、コックピットに戻って計器を設定しますが、このままだと暗いのでフラッシュライトをつけます。キーボードでは左オルトと L キーで点灯し、マウスカーソルの位置を中心に照らします。さて、照明装置も説明します。まず左側にあるのがコックピットの照明で、このフラッドライトをつけるのはマウス操作か、キーボードでは右コントロールと右オルトと R キーです。消すのは右コントロールと右オルトと F キーです。次にフライトインストルメントライトは飛行に必要な計器の照明で、つけるのはマウス操作か、キーボードでは右コントロールと右オルトと T キーです。消すのは右コントロールと右オルトと G キーです。その下のエンジンインストルメントライトはエンジン関係の計器の照明で、つけるのはマウス操作か、キーボードでは右コントロールと右オルトと Y キーです。消すのは右コントロールと右オルトと H キーです。もう一つ下がコンソールライトで、つけるのはマウス操作か、キーボードでは右コントロールと右オルトと U キーです。消すのは右コントロールと右オルトと J キーです。ライトコンソール右側が機体のライトです。上からナビゲーションライトで、つけるのはマウス操作か、キーボードでは右コントロールと右オルトと I キーです。消すのは右コントロールと右オルトと K キーです。次にフォーメーションライト。つけるのはマウス操作か、キーボードでは右コントロールと右オルトと O キーです。消すのは右コントロールと右オルトと L キーです。その下のスイッチは回転ビーコンで、オンオフの切り替えは右コントロールと右オルトと P キーです。コックピット左側にあるこのノブはアームライトで武装パネルの照明を行い、つけるのはマウス操作か、キーボードでは左コントロールと左シフトとカンマで、消すのは左コントロールと左シフトとピリオードです。さて、それではタカンの設定に話を戻しましょう。タカンの設定はこのパネルから行います。チャンネルセレクターは2つあり、左側が10の位、右側が1の位です。キーボードでは今表示しているキーを押すと、セレクターが進みますが、ここはマウスボタンで選択し、マウスホイールを回すことでチャンネルを選択できますし、その方が楽に操作できます。タカンラジオモードは、オフがタカンオフ、レックが受信のみ、基本的には中央の送受信を意味する TR を選択します。その後の AA レックと TR はタカンを装備した航空機を対象にしたモードなので、ここでは選びません。マウス操作か、キーボードではセレクターを進めるのが左シフトと Q キーで、戻すのは左コントロールと Q キーです。タカンパネルの下のナビゲーションモードはタカンに設定されていることを確認します。次に HIS 水平位置指示装置の設定を行います。基本的には設定するのは先ほどのチャンネルを選択したので、自動的に空港の方向を示してくれるけど、滑走路の進入角度だけはここで手動で行います。CRS コース設定ノブをマウスで選択し、マウスホイールを回すことで進入角度を入力します。キーボードでは左シフト、左オルト3キーが値を戻し、左シフト、左オルト4キーが値を進めますが、ぴったり数字を合わせるのが大変なので、素直にマウス操作を行った方が楽です。最初に空港と自分の機体の位置関係を確認しましょう。コースポインターは空港の滑走路の方向を示しています。角度的にはやや左を向いていますが、コースとしてはいい感じです。ただし、コース偏差ラインが右に大きく離れています。これは滑走路が自分の機体から右側に大きく外れていることを示しています。これはベアリングポインターでタカンの発進極の方向を示しています。ポインターが右前方を指して空港がその方向にあるということを
示しています。これは多間発進局までの距離を示しています。まず、コース偏差ラインが一直線になるように自分の機体の方向を変えます。少し時間がかかりますので、早送りをしています。コース偏差ラインが近づいていることがお分かりいただけるでしょうか。滑走路の軸線上に乗ったら機体をその方向に向けます。仮に悪天候で直接空港を視認できなくても、この多間を使うとなんとか着陸できそうです。それでは空港の周りを360度回ってオーバーヘッドアプローチをしながら着陸します。先ほどお伝えした昼間の着陸方法とほぼ同じですが、コックピット左側にあるランディングタクシーライトスイッチを上に上げます。マウス操作か、キーボードでは左コントロールと左シフトと Z キーです。進入灯が輝いているので滑走路までの大体の距離は分かりやすいので、その点は昼間より見やすいのですが、逆に高度がつかみづらいです。少し時間がかかりますので、早送りをしています。高度計と向かい角インジケーターと向かい角インデクサー、そして速度計を頻繁に確認しながら着陸します。なんとか無事に着陸することができました。モッキーもちょっとは着陸がまともにできるようになってきたね。今回の風マシンの登場機、F5E タイガー2の着陸、ランディングや夜間飛行と、それに必要な多間戦術広報装置の利用方法などを解説する動画はいかがでしたでしょうか。次回は風船に必要な内容をお伝えしたいと思います。これからもミリタリー系のフレートシムの情報を発信してきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。みーくんが可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。次回も頑張って作っていきますので、みんな見てねー。